こんにちは。1月8日水曜日12時のコマリンライブ開始します。本日もよろしくお願いします。本日のお制作はこちら。じゃじゃーん。じゃじゃーん。久しぶりのイニシャルでアルファベットモールドやりたいと思います。今回やるアルファベットモールドは福袋に入ってたやつをやろうと思うのですが、アルファベットモールドいろんな形が出てるのでね、持ってる方はちょっと違う感じの文字だよって方でも同じようなのが作れると思うので参考になったらと思いますよ。よろしくお願いします。もうこんなでっかい状態であるんでね、このままだと、一応このライトやったらでっかいんで入れれるんやけど、こんなでかいライトを使ってる方はあんまそんないないと思うんで、切り離す感じになるわけで、そこからやっていこっかなと思いますのでね、よろしくお願いします。開始前からたくさん来てくれてありがとう。こちらのくむちゃんね、さっき作ったばっかり。強そうでよくない？タイトル、強いクマ。合わないね。ピントが。タイトルは強いクマ。これも福袋に入ってたモールドやねんけど気に入ってるんでね、これまた販売したりするかもしれない。強いクマをさっき作っておりましたよ。ピントがないから下向けちゃえ。ということで本日も水曜日の平日ですが、まったり作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。やっぱね、今大変な世の中生き抜くには強いメンタルが必要ということで、強いクマを持っているとメンタル強くなるよみたいな、そういう付与効果をつけて販売しようかなと思ってね。でね、このイニシャルでかいんで切るんだけど、切るには裏から切った方がいいね、これ。裏から切るとハサミがちょうどこういうとこの溝にハサミが入るんで失敗しづらいということでね、こっちから切ると間違えてモールド切っちゃうことがあるから、こっちから切るといいっぽいねって感じでいくんですが、今までのね、私のやり方やとね、全部1文字ずつバラバラにしとってんけど、いろいろやってるうちに、1文字ずつじゃなくて3文字ずつぐらいの方がいいかなって思い始めて。っていうのも、レジンの収縮で反ったりするのが、例えばこの C を固めるとして、左右とかに他のモールドがついてると収縮で引っ張られるのを抑えれるだろうなっていうのがあって、1文字じゃなくて4文字ぐらい、2、3、4文字ぐらいでカットするのがいいかもなって思い始めて、途中から変わったんだよね。とりあえず今回デカライト使うんで8文字ずつにしようかな。ずっとちょきちょきしててもなんだしね。ということで分解していくのですが、今回もよろしくお願いします。なんと、昨日ですね、私の住んでいる兵庫の海の方に住んでるんですが、めったに雪降らないとこなんだけど、昨日雪降ってた。夕方頃にちらついてた。めったに雪降らない地域が降るってことは、相当寒いね、今。私、部屋から出ないもんで、全然分かってないねんけど、この部屋はずっと24時間ヒーターっていうかな、ついてるからポカポカやもんで、あんま分かってないねんけど、寒いと見た。今寒いんじゃないでしょうか。皆様のさっきからのコメント読んでてもね、雪降ってるって言ってる方もいたし、寒いと見た。ニュース見ると特に日本海側がすんごい寒いことになってるみたいだからね、皆さん気をつけてお過ごしください。どうですか？雪は降ってますかね？北の方の方は当たり前のように降ってるんかな。雪かきとか雪下ろしとかしたりしてね。寒いからね、もう頑張ってここ乗り越えて、春になったらお花見とか楽しみなこといっぱいあるから、最新の後、こんな感じで。まず8個に切っちゃった。今日これでいこうかな。でももし画鋲をつけるとしたら、ここも切りたくなっちゃうからな。どれを作るかによるかな。小まりはもう作っちゃったから、小まりじゃないやつを作りたいな。どれ作ろうかなっていう感じですね。青森豪雪青森豪雪中だよね、やっぱりね。
の超苦手ですって。ねえ、私も、暑いも苦手やけど、寒いも苦手かな。売ってないイニシャル。で、K、M、N。3個ぐらいいけると思う。H もなんか可愛いな。てか、この文字なんか私の字に似てるんだよね。へったくそな私のイニシャルの文字に。H も行きたいかも。F があんまいないか。いや、たまにいるんだよな。もうね、これをキーホルダーにしようと思うんで、今日もガビョーンって刺していこうかなと思ってます。そうそう、2、3個つなげて切っても、ライトに入る大きさなら何でもいいと思う。ただ、画鋲をつけたいってなったら、この N に画鋲をつけたいって思ったらね、ここも切らないと画鋲がさせないもんで、一列にしてもいいかもなと思いつつ、今日何作ろうかなって今思ってる。作った。作ってないやつ作りたい。作ってないやつでなるべく難しいの作りたいねんな。M も作っちゃったんだよな。で、K 作りたいかも、K。ってなるとこれも、ここで、ピン直近しよう。K 作りたい。K がつく方多いからね。K を作ります。私も外出したいから、外が寒いかわかんないやって。アメリカニュースで見てよ。なんか出てない警報。嵐警報みたいなやつ。出とる気するねんけど大丈夫かな？これ何？ L か。L の人っていないよね、普通。イニシャルが L っていない気する。熊本も寒い。みぞれ降ってた時もあったみたいです。だって。みぞれもツルツルして危ないよね。T あたりも行きたいかも。ST 行きたい。STK にしよう。とにかくよく需要があるやつを今日は作ろうと思う。いや、RST でもよかったな。切っちゃった。あ、でも R もう作ったんだった。とにかく作ってないやつをやりたいね。そうしないともったいないじゃんね、モールドが。25種類もっとあるか。もうついてきたのに1個も使わない場所があるってなるともったいないから全部使いたいって気持ちはあるねんけど、こんなんどうしたらいいって感じやんな。誰が使うん？金はまだわかる。金はなんか使いどころあるっていうか、金運上がりそうでいいよね、こういうキーホルダーにしたら。わかりやすいように今日は配信用に2個にしとこう、これ。STK でいきます。TK もしくは KST もしくは KTS もしくは、いっぱいあるね、組み合わせ。こんな感じでいきますのでね、よろしくお願いします。しかも色も作る感じですね、今からね。L はリカちゃん。リカちゃんって L やったんや。R じゃなくてね。いない気がする。いや、いるな、結構。リサとか、リで始まる方。で、L 結構いるか。って思った今。STK でいきますね。で、こんな感じで画鋲をブッシュ、ガビョーンと刺しまして、ゆる文字みたいな感じだよね、今日のは。T はここが好みかな、私は。真ん中じゃなくて。T、で、ここがね、やっぱ安定の。ブッシュ、刺さりました。ということで、今日合わせるお花をね、登場させますと、こんな感じのバラバラで売ってる花を使おうと思ってるので、これに合わせて色を作ろうと思うのですが、もうね、花材をいっぱい購入したことある方は、保管容器とかの端っこにこんなんできてると思うねん。バラバラになった。かすみ草とかバラバラになるとこうなるからね。そういう残った花のカスでいいと思う。決まったー。朝食パレット切らしてるんだった今。どっかに。切らしてるっていうかどこかにあるはずやねんけど、どこにしまったか思い出せないみたいな状態なんやった。少々お待ちください。朝食パレット探しターンになります。しかも一回読んでないコメントも読みたいんだよね。そっか、さっきの色のいいみたいなやつは
ハッシュタグみたいにも使えるじゃんね。ハッシュタグ、こまりっこさんとつながりたいとか。そんなんもいけるね。ごめん、娘の部屋から取ってきていいかな、朝食パレット。娘の部屋にめっちゃあるんだよね。彼女一時期レジにしてたから。待ってて、取ってくるから。留守番。みんな留守番してくれ。主がいなくなるぞ、みんな留守番頼む。画面に入っとけばいいから、とりあえず、娘の部屋で取ってくるね。ちょっと待ってて。パクリ成功、パクリ大成功。いっぱいも取ってきた。今日は3個使うから3個だけ。でも、お掃除が下手でめっちゃラメとかついてる。掃除から始めよう。画面かわいいって言ってもらえてる、嬉しい。カップラーメン食べてきますって方もありがとうね。今日、昼時だもんね。今お昼ご飯食べてる方もいるんかな。この子は万人にも向いてそうだよね。しっかりしてるから。かなり私とは全然違ってしっかりしてるタイプ。そしてこんにちはって来てくれる方もありがとうございます。娘の部屋はね、相当整頓してるというか、あまりにもぐっちゃぐちゃだったもんで、去年一回ね、引き出しがいっぱいついてるラックを買って全部分類した。私が勝手に。あまりにも物が多くてごちゃごちゃだったから、文房具とか集めとるねんな。今中学校だからね。今文房具可愛いのめっちゃあるもんで、すごい友達と交換したり、プレゼントしてもらったりで、すごい量になってたから。いや、私の資材並みにすごいんじゃないかな、文房具のコレクションは。それを一回整頓するためにね、静電気で花びらなどが出るから気をつけたい。一回去年整頓したね。そのおかげでレジんとこ手つかずやもんで綺麗なまんまになってた。ねえ、物が多いって。増えるよね、物。どんどん家の物。どっかで捨てなあかんねんけどな。もう一回ぐらい使うかもって思うと捨てれないんだよね。で、文房具もさ、捨てれなくて、しかも可愛いのがいっぱいあるせいで増えていく。お掃除いつも適当だからだいたいラメ残ってますって。でもこの朝食パレットはさ、結構残っちゃうよね、カスみたいなやつ。キラキラしてる。いや、内側じゃないからいっか。このまま使っても。ということで作ろうと思います。また来てね、君たち。あ、ついてる。今日はね、こういう感じで色がもうセットになってるやつを使うもんで、もうこれをこのまま入れちゃおうと思ってて、全部は入れないと思うけど、量的に。このあたりを使っちゃおうと思っているので、浸したいかもな、レジンに。こっちはね、浸さずいけそう。これがね、こんなとこでやるべきじゃなかった。一回蓋するね。もったいない、なんか。静電気でついてる。もったいない。これ、後で取るよ。どんどん汚れてく。掃除してたのに。朝食パレット。どんどん汚れていくの。なぜだよね。ちょっと2個追加しよう。結構ラメが平間にいる民たくさんいるじゃん。ラメ作品じゃないの作ってるのになぜか最後にラメ入ってる時あるよね。どこで入ったんだみたいな。それはあるあるの気がする。ということでやっとこそ朝食パレットの掃除から始まりまして。多分ね、これが浸さないとダメなものが多い気がするんで、これは浸そっかなと思う。でも四つ葉のクローバーとかがさ、
も浸さない方がいいものっていうか、この色強すぎて私使わないな。なんかボロボロだし。これは使わないと思う。南国みたいなやつがある。南国みたいな花が。これは浸したいかも。もしかして浸したら色落ちするタイプかもしれない。それは浸してみないとわからないんだけど、とりあえず浸してみるね。これは色出しそうだから、髪の毛映ってる。回収しときたい。使わないやつを回収し、も回収し、この人たち浸そうと思う。他の2つはね、浸さずにいけそうな気するね、見た目的に。そして、色も作りたいんだよね。この2つはね、気泡が出なさそうなものしか入ってないんで、このまま封入するとして、今からやりたいのは、この花が封入で、背景の色を作りたいんだけど、隣にパレット置いて、これの背景に良さそうな色をここに作りたい。こんな感じだよね。静電気恐るべしだしね。冬困るよね、これ。ということで、まずは、色作りから、空っぽだ。色作りからやっていきましょう。色作り始まるまでに15分かかってる。いや。どんぐらいやろう。どんぐらい使うかも分かりにくくて難しいんだよね。とりあえずこんぐらいかな。足りないのが一番困るからね。こんぐらいかな。ちょっと多いかもってぐらい使っとこっか。作っとこっか。今日花で癒されますって言ってくれてる。癒されてね、花は癒しだよ。そしてこれは気泡祭りになると予想できるんで、もう浸しとく。こんな感じだよね。このさ、緑たち、背面何色にしようってなるんだよな。これじゃなかった。こうやってギュッギュッとしておく。ココナッツみたいなやつ気になる。このヤシの木みたいな封入。背景ね、これベージュかなって思ってる。ベージュもしくは緑、逆に。黄色。いや、すごい気泡出るね。何色だろう。ブラウンとかもいけそうな気しちゃう。冒険してみようかな。ブラウンカラーいけるんじゃないか？ボタニカルな感じで。冒険しようと思うんで、ブラウンにしようと思う、背景。珍しく。見えてないじゃん、全然ね。こんにちは、息子始業式で午前で帰ってきてしまったので、耳のみですって。ありがとうね、挨拶来てくれて。今日始業式んとこもあるんや。我が家今日からね、もう給食もあるからすごい助かってる。挑戦のブラウンにしようと思うんで、茶色、黒、白かな。茶色、黒、白。サイドコーティングうまくいってテンション上がったけど、布入れるの失敗したのでダメだったー。ここはうまくいったのにこれダメやったみたいなのは結構レジンあるあるの気するよね。一番悲しいのはね、私途中まですんごいうまくいったのに最後のぷっくりで垂れてたってやつ。あれが一番ね、悲しい。黒がもある。黒、茶色、ブラウン。完成するつもり。こんな色になるでしょう。カット。とりあえず作ってみますね。大丈夫。みんな失敗してるから。ちなみに私今さ、動画作っててさ、コマリンライブで失敗した回を寄せ集めた動画作ろうと思って。今ね、集めてる。ただ覚えてなくて自分がどの回で失敗したのか。とこ5箇所だけ見つけたんだけど、絶対もっとあるよなって思ってる。こぼしたとか、わかりやすいやつだと、効果中にライトの上にくっついてたみたいな。
回はね、失敗回っていう名前になってるから分かりやすかったよね。ベージュになっちゃったブラウンとか言ってたのに。もっとだよ。NG 集楽しみねえ。と、あと、キャラクター登場回もまとめたいなと思って。タミキンができた回、マネができた回、社長ができた回、パンクマができた回、サラコートが生まれた回、ポジを登場した回。あたりをね、作りたいなって思ってる。というのも、このパソコンが新しくなったことで動画編集がサクサクやでもっと頑張りたいな。お、ブラーになった。ちょっと茶色入れてもいいんじゃないか？じゃ、そんなもんちょこちょこやっていきますので、見てやってください。こんにちは、いらっしゃい。あ、娘さん熱下がってよかったね。前回のライブで最後の方みんなで話し合ってたやつね。さ、コマリンライブさ、この1ヶ月ぐらい熱出した方めちゃくちゃ多かったやんね。んで、コメント読んでる感じ、インフルでもコロナでもなかった人がめちゃくちゃいたじゃん。熱と咳だけの人。今日、昨日かなニュース見てんけどさ、中国でヒトメタウイルスみたいに流行ってるやん。あれなんちゃうんってちょっと思うねんけど、違うかな。日本でも増えてきてるってニュースでやっとってんけど。名前忘れちった。ヒトメタなんとかウイルス。あれなんちゃうんってワンチャン思っちゃってんけど。そんなんあったりするんかな。ほんで、またそれもね、もうすぐ春節の時期が来ると、まあ中国で流行ってるやつが日本にバーって来るらしくて、5年前のコロナみたいにまた流行るんちゃうんかみたいな言われとって、もし本当にそうなったら、で、ホビーショー中止とかなったら、私、どうしようって思ってたんだけど。ちょっとこの後の時期さらに注意だよね。もしそれやとしたら。ウイルス名覚えられないわかる。ここではもうヒトメタって呼んでこっか略して。長くてよくわかんないから。おかしいなって思ってたんだよね。インフルコロナは陰性でしたって言ってる方が多いから。なのに、爆発的になんか流行っとるで、最初マイコプラズマかなと思ってんけど、ニュース見て、あれこれかなーってちょっと思ってたんだけどね。もうちょっとしたら発覚するかもしんないね。表面化してくるかもしんないから。本当に健康に過ごしたいよね。もしさ、コロナと同じ道をたどるとしたら、また緊急事態宣言とかなったりさ、ワクチン打てってなったりするんかな。全然油断できないね、今年も。まずこのセットができましたね。これはボタニカルなおしゃんな感じになる予定ですが、果たしてちょっとカーキっぽいブラウンになったかな。これが逆にいいかもしんない。で、次はこれに合わせるのは、で、黄色とピンクなんだけどね。何合わそうかな。黄色背景にしたっても、あれやしな。なんか挑戦したいよね、カラーに。珍しいカラーに。ホワイト。あ、紫とか意外といけちゃうかもしんないよ。いや、おかしいか。したい。くすみピンクでいこう。ってなるとやっぱ困りカラー。困りカラーにちょっと白入れよう。カラーにちょっと白。液が垂れてる。で、カラーにちょい白で。いや、結構白で。娘が熱発で、インフルでもコロナでもなく、お腹の風邪だった。お腹の風邪なんてやつもあるんや。多分いろいろ流行ってるから分かりにくい時期ではあるよね。ニューモウイルス。そう、昔からあるウイルスではあるらしいよね。また流行ってきたらしい。で、ニュースで言ってた。とにかく気をつけていきたいね。全然ピンク発色してなかった。非常に気をつけて過ごそう。もう嫌だな。私2月と4月にさ、オフラインイベントがあるからね。それを成功させたいし、来てくれる方もみんな健康でいてほしいから、そういうのまた流行らんとってほしいなって思ってる。やっとちょっと落ち着いてきたのにね。こんにちは、今年初の出勤ですって私の母が言ってる。治ってよかったー。すごい珍しく熱出してるらしいからね、心配しとってんけど。ど
と待ってな。黄色成分が微妙に合わんねんな、このままやと。ちょい黄色足していいかな。めっちゃちょっとだけ、ちょっとだけ。ちょっとだけ。本当に、ダニぐらい。ダニ。ちょっと、出しすぎ。ダニ。こんぐらい。ダニ。少ないかも、逆に。ちょっとだけ黄色足す。もうちょっといるな。ダニ2匹分ぐらい。ちょっとだけ黄色成分欲しい。これ泡だけどダニ分ぐらいかな。何かないい。この色は合うと思う、さすがに。ピンク成分と黄色成分混じってるから。これでいこう。濃度が薄いぞ、だいぶ。大丈夫か？大丈夫かもしんないから、このままいこう。ということで、2つ目の組み合わせは、これとこれを合わせようかなと思っております。じゃあ、ウイルス、緑虫みたいな絵文字はウイルスって打つと出てくるよね、スマホで。ちょっとキモいやつ。緑虫もその感じで言ってる。これはもう、いつもの感じやったら水色で作るねんけど、でも紫にしよっかなって思う。周りカラーラベンダーかな。カラーラベンダーでいい？頑張れー。こんぐらいかな。封入は水色と紫って感じの組み合わせやねんけど。今やったら水色背景にしちゃうんだけど。まあ、紫も合うでしょう。ということで、これは紫。濃度がね、難しいんだよね。これ背面に流すから2ミリの場所に流すもんで、思ったより薄くしか色が出なかったりするんだけど、薄すぎると作品の透明感が損失されるからね、難しかったりするよね。ちょっと、濃度を濃くしなきゃダメだと思う、これ。そういうのが難しいなぁと思ってる。うちの保育園はコロナとインフルエンザとリンゴ病と、アデノウイルスってあったね。何種類かあるやつじゃなかった？違うっけ？の感染者が出てると張り紙出てました。いろいろ流行りすぎ。そんな4つも流行ってたらどれかもらうじゃんね、絶対。すごいなぁ。大変なことになってる。お誕生日の方見える？やばい、また見逃してたー。前回からお名前を呼ぶ形式になりましたのでね、お祝いさせてくださいね。今日は我が家の問題児。次女の誕生日です。問題児といってももう大学生ですが、だって。あーこさんの次女ちゃん、おめでとう。大学生の問題児。いや、我が家もね、猫好き次女が問題児だから、きっと大学生になっても問題児っていうか、高いシーンなんだよね、昔から。おもちゃも全部壊すし。とにかく一日中パワフルでおてんばって感じ。なんやけど。ねえ、大学生になっても問題児ということで、おめでとう。これからも元気で楽しい一年にしてね。大変。こんにちは、先ほど甥っ子が生まれましたって書いてくれてる。わ、すごい。おめでとうございます。大変だよ、出産はね、一大事。見守りもお疲れ様でした。そしてお母さんもお疲れ様だよね。知ってる。もったいない。もったいなくて使いたいな。手をまず手前にちょうどいるからやってこうと思うねんけど、こぼしたやつらをここに入れたい。頑張って。しかも最初さ、違うやり方するんだった、いつもと。ね、邪魔。どうしよう。散った花びらたちがすごい邪魔。打ってく上で。回収したいねんけどな。今回ね、違うやり方をするっていう話をしてたと思うんだけど、タイトルがそんなになってるかな？まず、レジン液流すじゃん、ボーって。で今回、この蓋のピロピロ邪魔じゃん、500ml ボトルの。今回ね、半分だけ流すんだよね、とりあえず。半分の高さまでクリアを。で、固めるこれ。
いつもやったら、ここにドライフラワー入れとるねんけど、他の動画やと。今日はまずここで固めたいんだよね。ってのも、この封入するものたちが全部薄っぺらいもんで、レジンの作品の表面の方に花びらあるより、底の方にある方が、おしゃれに見えるように仕上がるもんでね。上の方を余白にしたい。なので、これまず今回、半分だけ流したやつを固めますのでね、そこがいつもと違いますよ。うまく説明できてるといいねんけど、なかなかむずいかも。スターフラワーとか分厚い花入れるときはここで封入するねんけど、これなんかは1層目ででかいヤシの木とか入れると思うねんけど、あのやつは、1層目は固めるだけになると思う。待って、また補充呼び忘れてる。おい、補充ってもうおるわーい。補充でこうやって、こう取り除いてから固めます。他にも誕生日の方いてる。いや、違うか。あれか、出産されたということは誕生日だから祝ってくれてるんや、みんなね。じゃあ祝おう。ね、小ハウサさんのおいっ子ちゃん、誕生おめでとう。誕生日と一緒だもんね、それはつまり。ありがとうございます。めでたいよ。今日はテレビの大画面で見てます。だって、ありがとう。YouTube のね、テレビバージョン2025年にめっちゃ使いやすく改善されるっていう噂が出てるから、テレビ民の皆様も楽しみにしててね。もう YouTube がいよいよテレビ業界を潰しにって言い方したらあれやけど、乗っ取りに行こうとしてるっぽいよ。人気だからね、今 YouTube ね。テレビにもいい番組とかもあるから頑張ってはほしいねんけどなーって感じよね。よし。で、これでね、一回硬化して、この後にやっとここの今散らばってるこいつらをね、この K に集結させようと思う。できたかな？ここにあるね、今日。ここの方にもある。見えてないとこにあるからやっぱりぐるぐるしなきゃダメだね。白になってるとこにいっぱい気泡あるから。入ったかな？後でまずこれを硬化します。ガードをして、プチッと。この花びら集めなきゃ。皆様こんにちはって来てくれる方もありがとうね。おじさま、I love you って言ってるおじさま。おじさま今日さりげなく出てきちゃったけどね、今日もバチコリ仕事してくれると思います。おじを呼んでくれる方もありがとう。お仕事戻ってきますって、お仕事に行く方も頑張ってね。今日はもうさすがにみんな、仕事復活してる方が多いかなって思う。世の中がもう普通に戻っていったよね。で、もう1分ぐらいでいいよね。ただのクリアの出来だから。これで固めるっていうか、集めれるこの汚いガスたちを。ついてるじゃん、この子にも。そして次にやることといえば、フラワーたちを配置していきたいねんけど、とりあえず薄塗りでいいよね。あんまり分厚くすると、花びらがね、動きまくっちゃうから、レジンを薄く表面に広がるようにしまして、で、この、フラワーたちを回収作業を始めよう。いろんなところに飛び散った、静電気で飛び散った花びらたち全部ここに、もう裏とかにもついてる。全部集まってもらおうじゃないか。こぼしたせいで大変な作業かもしれない。今日は週休の関係で、なんとお休みになりましただって。やったね。ハッピーラッキーじゃん、今日。これ、アクセントになる。かわいい。とにかく散らばってるやつを回収したい。見えないと思うけど、この辺りを回収したくて今頑張ってる。
息子さんの誕生日？今日は長男20歳の誕生日です。だって。おー！ F さんの長男くん、誕生日おめでとう！かも、20歳なんてすごいキリがいいし、青春だね。これからも元気で楽しい毎日になりますように。一緒にお祝いしてくれる方もありがとう。そして今ね、来てくれる方もお疲れ様です。ありがとうね。水曜日に来てくれて。まあ、さすがに正月終わったね。ゆるこまのさ、この着物バージョンも、去年確か15日までってやってたんだよね。もうすぐさ、成人の日来るじゃん。今が水曜日で、木、金曜日普通の配信で、土日、月曜日がね、成人の日で祝日なんだよね。そこを長時間やろうかなって思ってて、しかもまたプレゼントチャンスいっぱいやるやつ面白かったんで、あれもやろうかなって思ってるんでね、月曜日の祝日来れる方は楽しみにしててください。次は猫ちゃんプレート、福袋に入った猫ちゃんプレートで宇宙猫ちゃんプレートいっぱい作って、あれ早いからね、作れるの。あれプレゼントしようかなと思ってる。いっぱい作る猫ちゃんを。こんな感じで今計画しておりますよ。で、これも回収しなきゃいけない。使えないから花びら一個一個のコスパっていうか、お花高いからもったいないねん。全部使いたい、ちゃんとこぼれたやつも。時間かかってもったいないけど、頑張ろうっと。あ、そうだよね。あれ成人式っていつやっけ ?18 歳やっけ ?20 歳やっけ ?20 歳じゃない成人式って。18歳はお金じゃない、お酒が飲めるようになる年。20歳が成人式の気する。ってことは、さっきお誕生日だった息子くんは今年成人式ってことかな。そんな気がするよね。おっと、またお誕生日の方がいる。明日は初孫、風花の3歳の誕生日です。おまりさんにおめでとうと言ってもらえたら嬉しいです。ということで、風花ちゃん、おめでとう。もう初孫、すごい。嬉しいね、3歳は、お母さんからしたらめちゃくちゃ大変やねんけど、動作とかね、言うことはめちゃくちゃ可愛い年でもあるよね、3歳ってね。もう今になったらさ、すごい大変だったからさ、あんまり満喫できなかったなって思う。3歳の可愛さを。ということで今年も1年元気でのびのび成長しますように。おめでとうございます。よし、大体回収できたかな、大きいやつは。机の上がね、ちょっとマシになったよね。こんなんじゃまだ封入足りないんで、追加していこうと思います。お酒28歳かららしい。待って、間違えて覚えたらごめんね。今聞いてしまった方が。20歳かららしい。私自分がお酒飲まなかったから全然知らなくて申し訳ないんだけど、お酒20歳からだからね。間違えないでごめんね。ね、18歳は何ができる年なんだっけ？選挙か。選挙に行けるようになるんが18歳やった気する。そうじゃない？多分ね。成人式じゃなくて20歳の集いとかいう、もしかしてもう今時の呼び方ができてるんかな？私が知らんだけで。何年か前なんてコロナがひどい時成人式中止になったとことか多くてかわいそうだったよね。私はさすがにどこでもあるんかな。成人式だけじゃなくて卒業式とかも中止になっちゃった年があったからな。それは大丈夫かなと思いつつ、しばらくいろんな行事が起きるんかな。この前もね、受験生の困りっ子キッズちゃんが応援の言葉お願いしますみたいにチャット欄に来てくれたねんな。受験生の子たちもこれから大変だよね。で、これ花びらをね、散りばめてるように思わせて、ちょっと計算はしてる。こういう強い色が分散するように置いてる、一応。葉っぱも、ここに1個あるから、もう1個ぐらいここに置いてもいいかな、みたいな。一応計算はしてるって感じ。でかすぎるな。
あ、なんか、くっついてるじゃん。ただ、そんなに考えずに置いてもね、それなりに可愛くなるんじゃないかなと予想。で、いろいろ置いております。一応考えているらしいです。どうかな、結構、ガヤガヤしてきたんじゃないか、この派手さというか、こんな感じ。枠のとこがやっぱり置いてないね。これでね、一回固めちゃおうと思う。本当に大丈夫かな？ちょいと。地域によっては18歳で成人式するって。18歳って忙しいよね、いろいろとね。そういうのも地域差があったりするんや。よし、これで硬化しようと思いますよ。ちなみになぜか1個ずつ作ってるね。一気に作ればいいのにね。ほんで、これがね、あ、間違えた。ライトに何も入れずに硬化しとった。ちょっと待って。ライトでこれ硬化してた。やばい。私大丈夫かな？この先10年 YouTube 続けようとか言ってるけど。これ硬化してたんだけど。いけるな。これがね、ちょっと色が溶けてるやつもあるから一応入れようかなって思う。そろそろ。浸しすぎ注意系なんでこれ。何色でやろうかな。S にしようかな。S さんに入れようと思うんだけど、大丈夫だよね。ちょっと溶けてるね、多分色が。レジンの色があれになってるから。あ、もう可愛いって言ってくれて嬉しい。こんにちは。昨日ブロック作るのに5時間かかりました。見えないので虫眼鏡で見ながらやりましたよって。お疲れ様です。でもさ、1から最後までやろうとしたら、そんぐらいかかるよね、レジン。でかい作品とかや。だからやっぱ時間のいる趣味なんだよな。で、お次はね、封入するものが分厚いので、さっきと違って1層目固めるとかなくて、もうそのまま入れちゃおうと思うんだよね。あんまり普段使わないような感じなんで難しそうなやつをバランスよく入れれるかという感じでやっていこうと思うのですが、ちょっと待って、お花交換めっちゃ笑われてた。そうなんで作品入ってないって思ってライトの中見たらこれ入っとってん。大丈夫かな？今自分が心配になった。ちょっとね。よし、これを入れてこう。これ名前覚えてるよ。ペッパーライスみたいな名前やなかった、これ。この花の名前。ペッパーライスみたいな名前やった気がする。何回か買ったことあるもん。おしゃれなんだよね。おしゃれなんだけど、すんごい気泡出るんだよね。なんで気をつけつつ、ポコポコしてて可愛いよ。入れて、でしかもこの枝がさ、茶色くてちょうどさ、ボタニカル感出してくれるよね、きっと。頑張って置いていく。ナドリンコしてない補助で。大丈夫か？ヤシの木みたいなやつ、気泡出るかな、これは。ヤシの木みたいなやつが、ポイントな気するから、これもどこそこ入れていきたいよね。ライスフラワーやった。ペッパーライスじゃなくてライスフラワーという名前らしいです。なんか惜しい。なんでペッパーでできたんだろう。ペッパーがつくお花もなかったっけ、なんか。でかな。ライスフラワーらしい。このさ、ヤシの木みたいなパーツがさ、南国感を醸し出してくれるんじゃないか、ワンちゃん。木が邪魔かもしれない。じゃあ、こんなのを入れていきましょう。そして、このスケスケで傷だらけであろうアジサイさんは裏の方で謎テクスチャーとして活躍してくれるであろう。裏の方に置いとこうか。ペッパーじゃない。ペッパーランチを考えたんかもしれん、ワンちゃん。食べたすぎて。ペッ
パーランチ美味しいよね。でも最近店舗減ってきてるらしい、ペッパーランチ。てか多分さ、今やったらきっと高いよね、昔よりペッパーランチも。安かった気するねんけど、今高そうな気するもん。今おしゃれなんじゃない？結構ね。ただ、余っちゃってるね、封入が。わあ、ここに葉っぱもいた。これは合わせづらそう。使えたらおしゃれだろうけど、合わせづらそう。ここにいたらおしゃれか？こんなんも合わせてみる。これは普段やらない感じやでね。ひどいね。ダメだ。なんかくっついてる。手で持ってた。ついてるのか？この辺でワンポイントとして活躍するのではないでしょうか。入れすぎると事故りそうだから、これでいこうと思うねんけど、補助やり忘れたからね、補助読んでみようか、もう一回。仕事までいまして、お疲れ様です。頑張ってきてね。せーの、補助を、ちなみに、19代目補助昨日折れちゃってね、ついに18代目に戻りましたね。現在の現役は18代目補助、これ20代目やっけ？ 20 代目やった気する。19と20がおった気する。20代目補助に引き継がれましたね。補助のなんだろう。補助の役割。今、20代目が頑張っております。この保持して、これもね、公開しちゃおうと思うんだけどね、浮いてきてるから若干沈めときたいね。まだ気泡も出るんだよね。あんだけ浸したけど。気泡はおしゃれだからいいでしょう。こういうデザインだったらね。ここさえかけなければいいでしょうって感じで。これも公開したいと思います。これね、多分ブラウン似合うんじゃないかなと予想。ただクリアの方がおしゃれかもしんない、ワンチャン。公開します。その間にこっち仕上げていこうか。次ね、これやるのは、レシン液を2ミリ余らして流したい。2ミリ余らして流したいって2ミリだけ色流したいもんで、その分だけ余るようにして、クリアレジンを流したいって感じ。しかも最強放置したい。花びらの隙間から結構出てるんで。今2ミリぐらい余ってるかなって思うんだけど、この状態で、これ見えないよな、ライブだと。見えてる？ 2 ミリじゃなくて1ミリぐらいになっちゃったかも。広げたら多分2ミリになると思う。ちょっとだけ色流す高さを残しつつ、こう、広げて、こいつらからこうやって気泡出てくるんでね。これを完全に出したいので、最強放置したいんだよね、ここで。で、あとは1層目で収縮したとこ、この辺とか、隙間をちょっと広げて、こう出したいみたいな。こんな感じの工程だよね。この工程すごい大事で、やらないと作品が気泡だらけになると思う。まあね、コマリアルファベットでも、ここはかなり大事に、コマリアルファベットキットでも説明しとるねんけど、この工程。この1層目の収縮から気泡を抜くの大事みたいな。だいぶ説明してると思う。この状態で放置しようかな。思っております。で、そうなると、次のやつにもいっちゃおっか。誰かがハートをしてくれてる。ありがとう。ペッパーベリーだ。私が言おうとしたのきっと。ちょっと雰囲気も似てるもんね、ライスフラワーと。多分私そのこと、それと間違えた気する。混じったんかな？もえさん、こまりっこの皆さん、こんにちは。宿題のお供にさせていただきますって。ありがとうね。はかどるといいな。宿題頑張ってね。さん、こまりっこきつちゃんかな。頑張れ。えらい。皆さん、こんにちは。やっとライブに久々に来れました。だって。今日はね、お花作ってるから癒されていってね。ありがとう。じゃん。ということで、2つ目の S さんは今こんなことになっているんですが、
にね、T は、T の花も薄っぺらいやつばっかりなんで、さっきみたいに最初の1層目をクリアレジンだけでいけると思う。S もこの後 2mm 残して、2mm 残さなくていいぐらいレジン液多いな。最後ブラウンでいくかも、このまま。隙間空いてそうだもんな。いや、ここで T をいじくってると S に隙間空いちゃいそうだから先に S いくね。S 仕上げよう、先に。これね、ちょうど 2mm ぐらい余ってる状態だったんで、流しちゃう、このブラウンを。カーキブラウンみたいな色を。で、どうなるか。アルファベットモールドの裏向きのタイプの一番楽しいとこやねんけど、出すまでわかんないんだよね、どう仕上がってるか。出した時に、めっちゃ変になってる時もある。で、思ったより綺麗な時もあって、その時すんごい嬉しいんだよね。こうなったらもう出すまでわかんない。どんな感じになってるか。ね、で、この状態になったらね、ここね、最強放置しなくていい。だうと下に色落ちてくんで、普通固める。その後 T 行こう。なんで、まず最初に S だけもう完成しちゃったから取り外す感じになると思うので、お楽しみに。一回水飲んでみんなのコメントも読みたいなと。気になってたアルファベットモールドやって言ってくれてる。切った方がね、ライトに入るから使いやすいと思う。ただ切るのにすごい勇気がいるって方とか、切った時にもう大事なモールドの文字の部分切っちゃったって方が多いからね、ここだけ注意だよね。冒頭で説明しておりますので、またアーカイブご覧ください。アルファベットモールド、角丸いのが完成品を使うとき安全そうでいいですね。確かに尖ってるやつだとさ、ガンってどっかにぶつかったら角が刺さるとかあるかもしんないよね。丸みのある作品って女性らしくて可愛いよね、何の作品でもね。かっこいい系やと角張ってるやつとかがいいのかな。でも S 仕上げに入ってるから。この子もそんなに気泡出てこないから、うまく抜けてるんじゃないかなって思う。一応このモールドの縁についてるレジン、これ取っとかないとバリになるよね、これが。取れない。あるかな。こういうとこにピロってついてるやん。これ取っとかないとね、最後これがバリになるって感じだよね。はい、取っときたい。ないと色多分流すと思うねんけど、クリアなと。ちょっとレジン液多い気するな。軽く回収するか。回収をする。ちょっと多い気がしているので、少しだけ回収。クリアが浮いちゃってるとこあるけど、あんまわかんないと思うからいいや。回収しました。こんぐらいでいいや。ほんで、今ね、S がもうすぐ出てきますのでお待ちください。ちなみに今日のプレゼントむずいなぁ。当たった方にもし、SKT の方がいたら、名字か名前どっちかに SKT が入ってたらそれを送らせてもらおうかな。それ以外やったらまた考えようか。こんな感じにしよう。で、忘れんようにもう始めちゃっていいかな。今日1時ぐらいにやろうって思ってた。ちょうどいいかも。ちょっと見えてるよ。どうなってるやろ。この後外すのでお楽しみに。ここで一回さ、企画をやろうと思いますよ。もう忘れてしまう前にね。どう？ない方もなんか違うもん送ると思うから安心してほしい。セットされましたね。当たるかな？どうかな？名字か名前に入ってたら今日のイニシャルで、入ってなかったら何かしら似たような作風のものにはしたいけど、送らせていただきますのでお楽しみに。ポチッと。ということで、ただいまからプレゼントチャンスが始まりました。強くまにするだったら入ってなかったかな。強くまちゃん送るメンタル強くなるくまちゃん。何かしらをね、当たった方はとにかく何かをプレゼントさせていただきます。
おっと、久しぶりのコメント兼今年初コメになりますって言ってくれてる。ありがとう。しかもキャンドゥ行ってくるらしいで、今から。何ゲットできるかな。行ってらっしゃい。キャンドゥ最近200円とかで大きいいいモールド多いからね。私も気になってる。また行きたいな。近所に結構でかいキャンドゥあるんよな。プレゼントチャンスでした。ナイスタイミングですね。ぜひぜひご応募ください。病院行ってたら遅くなっちゃったって。お帰りなさいませ。ナイスタイミングでした。これ一回動画を閉じて開いてもらうとね、概要欄にプレゼントのアドレスがあるので、ぜひご応募ください。で、もし名前に SKT 入ってる方やったら、名字かなんか、名字か名前に入ってる方やったら、それ活かしてもらおうかなって思ってる。私のために K ありがとうと言いたいだって。ひよくまちゃん欲しいって言ってる。ひよくも欲しい。ちなみに私気に入ってて量産しようと思ってね、何個か作っとるねんけど、このライブの直前につよくまの顔を完成させたんだけど、気に入ってるか何匹か作ろうと思ってる。応募&グッドボタン完了です。ありがとう。つよくまが消えちゃったし、応募中だから。待って、やっぱもう出そっか。時間の無駄だから。これ外そうと思う。2位に行きたいしね。どうなってるだろう。裏からぼやっと見えてるで。おしゃんじゃないのこれ。出して、裏ブラウンは、なしたのか。出してみましょう。うわー、すごいおしゃれかも。ボタニカルデザイン。でかき方が2箇所入ってる。抜くか、無理やり。でもおしゃれな感じになった。ジャングルっていうか。ブラウンありかな？いい感じかなって思う。ちょっとね、基本が2箇所気になってて、こことここが気になるねんけど、上から無理やり抜いちゃおうかなって思う。この辺の綺麗なデザインとしておしゃれかな。こうかな。逆に抜かん方がいいかな。こういうおしゃれとして。いじくらん方がいい気もするね。ぷくぷくしててあんまバレないから。私にしては結構珍しい感じのができたと思う。応募&グッドボタン完了ってありがとう。ちょうどプレゼントタイムでした。ありがとうございます。見に来てくれた方もね。岐阜の名前で応募しましたって、もしかしてお誕生日とかかな？ありがとうございます。ちなみに、ねんけな、家族でこのイニシャルの方いるよって方はね、概要欄じゃない、名前欄に書いてくれてもいいよって言おうとしたけど、もう大半の方が応募終わってた。最初に言えばよかったって思う。って逆ではないです。多分これで合ってるよね。このゆる文字イニシャルだからね。確かに普通に見るとこっちが正解に見えるかもしんない。どっちもいけそうではあるよね。困りっぽい下手文字ってなるとこうなるらしいですわ。ホーム完了ありがとう。家族に S いるとか書いてくれてる方もいてる。最初に言えばよかった。家族のね、名前で応募も大歓迎です。どうしようかな。泡をそのままにしても可愛い気がするんで、迷い中って感じ。でコーティングもしたいからな。この一番難しい S コーティングを見せたくはある。ばあちゃん使わなきゃ。でね。せーの。ばあちゃんおーい。バリが結構あったからばあちゃんで取っとくね。お願いします。箇所かバリがあるので、ばあちゃんに取ってもらいます。呼んだ？いいよ。はーいって、いっぱいばあちゃん来てくれてありがとう。多分、残りの2個のイニシャルもばあちゃん必要だと思う。
とだけバリってる場所を直してもらおう。まあ、この S とかすごいカーブだらけだから、ばあちゃん、すごい便利だよね、こういう時。穴の部分とかもいけるからね。こういうものをばあちゃんに買ってもらい、はーい、来たね。いっぱい来てくれてる。ありがとう、おばあちゃんたち。今日は大活躍じゃないかな。3個ともついちゃうと思うから、バリが。うわ、もう話してたあれあるよ。見えるかな？ここに変なラメある。ラメが一粒だけ入ってる、ここに。ああ、今見えてる。何なんだろうね、この現象。絶対このカラー作るとき、猫好きのパレットにラメついとったでか。ラメが入ってるんだよな。おばあちゃんもいっぱい来てくれてありがとう。そして、オーバンドグッドボタン完了の報告も嬉しいですね。とりあえず S さんも完成まで行く予定なので、ヒートンつけていくと思う。他のやつはモールドから取り出して終わりになるんちゃうかなって思う。K がこれ最強放置してる状態やってんけど、すごく綺麗だから今、放火に行ってもいいんじゃないかなって。ちょっとはみ出してる場所はメンヘラこれどうにかしたい。もう出てこなさそうだしね、これ以上。この人も公開行こうと思う。とか。怪しいな。結構怪しい。段差できてそう、一層目に。ここだけブシッと。ここまで段ときまして、ここを取って、これ公開しちゃおうと思う。その技法じゃない？扉だった。でもさっきから不安定だからなんとかして。で、これも交換に行きたいと思います。そしてもう S がいなくなったら T さんがいけるからね。次は T さん半分だけ流そっか。お、ラメおったねん。おったんかい、ラメって。ワレーと被ってるやん、ラメが。ラメおったんかい、ワレー。渋いカラーってか、これ多分さ、それこそ年配の方とかにも受け良さそうだよね。でも今ナチュラルな雰囲気とかボタニカルな雰囲気人気だから若い人にも受けそうだし。何で全世代いける。子供以外ならいけるかな。黒い何かが入った。レジンからさ、なんか黒いカス出てくんねんけど、500のやつ。2個目やな。なんかあるんやろね、工程上で。気をつけてみてかなきゃ。でもう端っこを軽くなぞって、星用でやればよかったのに、朝食坊さんがやってる。星用の出番なくなって悲しみ。朝食坊にやられちゃった。これもね、これで一回硬化したいんだよね。できたかな。T は簡単だね、だいぶ。うん。T も半分流して、こうか。色作りすぎてすごい余ってる。で、S さんが、この後、ちょっと待って、こっちが上やった。私も間違えちゃう。ヒートンつけて、サイドコーティング行こうと思ってる。うん。S は年配向けイコール私向けって永遠の28歳じゃなかったっけあれ。皆さんこんにちはって。眼科にいるお疲れ様です。今日も病院に行ってる方が多いね。皆さん気をつけて帰ってきてくださいね。姉の誕生日やったのにうっかり自分の名前で応募してた。姉ごめん。でももし、当たった方がね、もしチャットできそうだったら、指定してもらってもいいかもしんない。どのイニシャルがいいか。チャットしたことないとかね、チャットの打ち方わからないって思いながら見てくれてる方も結構おるねんけど、もしコメントできるんやったら指定してもらっても大丈夫かな。でもし指定してるコメントを私が見逃してたら、またモネさん、びっくりマーク付きで教えてね。赤いびっくりマークだらけのやつで。あれどこはな。待って、1箇所だけ欠けてるじゃん、S のイニシャル。ここのとこに欠けがある。でもついでにやめとこう。
ちっちゃい賭けだからすぐ埋めれそう。この賭けを埋め、そしてヒートの穴も埋め、これはもうね、ポジコ最強だと思う。あっ、そこで奪えちゃった。あははは。ということで、これにて企画が終了となりましたので、今からやっちゃおうかなと思いますよ。月謝超来たちょい離席って、まさかの職場で YouTube を見ている。社長にバレないように気をつけてね。よし、ということで、ただいまからリアルタイム抽選をしちゃおうと思うのですが、ただいまの企画応募数はじゃじゃん341人でした。ありがとう。平日の昼から341人の方が応募してくださいました。ということで、一覧を開きまして、一覧開いた時にね、重複応募してる方はまとめられてるんでね、全員1回応募に修正されてるんでご安心ください。で、目つぶって、わーって今、目つぶってる今。チャットに何書いてもバレんで今。目つぶってる。うわぁ。こう下の方に来たかな？じゃじゃん。おっとー。あ、違った。あ、待って、間違えて。こうしちゃった。当選者さんは、応募番号304番。お名前がひらがなで、あーちゃんさんでした。じゃん。おめでとうございます。名字に S ついてる。どうかな？ S でもいいんかな？送っても。もしね、いらっしゃったら、他のイニシャルがいいよって方は、指定してくださいね。つよくまちゃんはもしかして商品になるかもしれないから、イニシャル以外ってなったら別のものになるかもしれないんで、そこだけ。で、イニシャル以外のものってなった時、つよくまとは限らないので、点だけご了承ください。ね、おめでとうございますのコメントありがとうございます。一応、名字に S がついてるけど、どうかな？何のイニシャルがいいかなって。もしコメントされたならね、その指定したものを送らせていただこうと思いますので、お願いします。一緒にお祝いしてくれる方もありがとう。じゃあ、頑張って続き作ってこっか。あ、待って、他にも、あーちゃんさんって名前何人かいそうかな、もしかして。一応指定ってか細かく、でも、名字のイニシャルが S って言ったからわかるか、これで。Gmail の方ですよ。ね、思い出した。当選メール送んなきゃダメじゃん、すぐ。入れちゃうじゃん。当選メールもすぐに送りますね。今書いてる。そう、外れだよね、そりゃ340分の1だからね。これ多分継続することによってね、確率が上がっていくかもしれないので、頑張って入れるときはご参加いただけると喜びます。ということで、プレゼントに当選された方、ただいまリアルタイムで送らせていただきますね。ポッとただいま送信しましたので、当選メールをご確認ください。もし指定が来なかったら S をプレゼントさせていただく形になるのではないかなと思います。今からね、仕上げていくんでバチコリ楽しみに。ということで、続き頑張っていきましょう。確かここの穴を埋め、しかもここにちょっとボコスカがある。ここにもあるけど、ボコスカがあるとこもついでに埋めてた。なんかよく見ると賭け結構あるな。やっぱこれ補助でなぞらなかったのでかいな。賭けが多いや、よく見ると。ただ、なしでも埋めれそうではある。出方的に。
でも後でするかも。研磨かばあちゃんでなんとかするかも。で、ヒートも入れます。なんかさ、金色のさ、ローマ字とか貼ってもおしゃんか、もしかして、機体の。ここはなんとこ、空襲してるか待ってな。したいな。ダイソーの金色のやつ。この辺、いや、この辺かな場所。あ、ちょうど気泡の上あたり。おしゃんにしてもいいかもしれない。何やってるんだっけな。あ、次、K さんの背景いけるね。うん。当たった気分で勝手にドキドキしてます。ねえ、でも、ドキドキしてもらえて嬉しいな。リアルタイム抽選のいいとこだよね、ドキドキできるのね。なので、今後も楽しみに見ていただけたらと思います。これ背景ピンクにするつもりだったね。ピンクいってみよっか。私あんまりゴミ入ってるピンク。で、これを、ゴミを回収し、気泡もちょっとだし。いや、薄いかな、濃度。どうかな、流してみないとわからない。こんなもんか？で、これもまたね、最強放置しちゃダメ。はい、ちょっと流しすぎたかもしんない。でも、色可愛い気がする。うん、もう混んでいいよね。混んですぐ固めまーす。仕上げるの怖い。はい、効果です。そして、T もやっていきたいんでね。T の花びらを置いていこうかなと思うんですが、置いたかな、花びら。いた。T は青系になりますよ。よし。で、さっきと同じでね、レギンをちょいと流しますと。年越しライブのプレゼント届きました。ありがとうございますって報告してくれる方もありがとう。クリスマスと年越しのライブで当たった皆様は、さすがに届いたかなもうね。報告してくださると喜びますよ。そして、寒いです。こんにちは。お花作りたいって。お疲れ様です。お仕事中のね。方も遊びに来てくれてありがとう。今日やっぱ寒いやんな。冒頭に話しとってんけど、私のめったに雪が降らない街で、昨日雪が降ってたから相当寒いんじゃないかって話しとってんけど、やっぱ寒いよね。みんな外でお仕事中の方もあったかくしてね、頑張ってね。確かに3個完成したら、どれが好きか、アンケートはしなくていいかな、さすがに。好みが違うからね、みんな。とかでもっと、ジャンルが全然違うものの時にしたいよね。色は好みが結構しっかりされてるからな。でも今年アンケートもっと駆使していきたいよね。この最後のさ、これせっかくやで、パールにしようかな、この日だけ。面白くないもんね、こんな。シンプルな形で。言うとなんか、ティーミンの方をディスってるように聞こえちゃうじゃんね。違うよ。ティーがシンプルだから、もうちょっと飾り付けした方がいいかなという感じで、ディスってるんじゃないよ。パール入れてみようかな、これ。他のデザインと違って。おしゃんだから使いたい。入ったじゃん。見にくいね、角度が。パール入れよ、パール。ビビッコパール。人参パールプレゼント。4個ぐらいかな。またどっか行っちゃった。3個2個でいい。いや、3個でいいか。氷中パールを3個で入れてみよう。ね、T のパープル素敵って。ね、紫と青系はすごい
根強いファンが多いんだよね。SNS でも青系の投稿ってすごいの伸びるっていうか見てもらえるイメージ。待って。つかめなくてすごい頑張ってるパールが。パールつかめなくて大ピンチ。でつかめても全然違うとこにポロって落としてるずっと。よし。こんな感じでね。追加をしまして。ちょっとバランスゲーになるかな。パール入りも作ってみた。あ、むずいかも。もう一個欲しいな、もう一個。お、ショウがもう一個。取れた。この感じで。ね。パールも入れてみました。でも、ちょっと足りない場所に。罠同士。これもさっきの K と一緒だね。で、固めた後にクリアを2ミリ残して流して、最後背面入れるって感じになるかな。待ってね。こんなないじゃん、花が。お。これでいけるか？あ、下の方まだないな。このパソコンでさ、確認するオペスタイルがさ、すごい見やすいんだよね。うん。よし、これでいきまーす。大丈夫？今なんか、花が散ったけど大丈夫か？ 2、3かけらだから大丈夫か？おまりさんの作るものすべてが素敵すぎる。私もデザインとかもっと可愛いもの作りたいって言ってもらえて嬉しい。でもね、可愛いもの作れるになるにはね、やっぱりね、なんだろうな、レジンいっぱい作ると、結構、昔より今の方が可愛いもの作れるようになったからね、やっぱりいろんなもの作っていくといいよね。やるレジンの量、大事かなって思ってる。みんな頑張ろうね。もう仕事で忙しい方とかもいるだろうけど、そういう方は息抜きで楽しんでね。出た。でも今 K が仕上げ状態なんで、K はまだ固めといて、で最強放置して、その間に K 出そう。P さんは、また2ミリ残して流したい。少しで流す。で、しかも縁についたやつもまた取りたいよね。見てる？可愛くなるよね。パールの位置難しい。結構これ考えておいたつもり。もうシンプルな形 T、シンプルだからこそ逆にむずいかもしんない。左右対称のものの方が起きやすいと思う、逆に。終わる。でね、こういうとこから気泡出てくるんで、しばらく最強放置したいし、S の仕上げも行きたいけど、とりあえず K がもう完成してる予感なんで、出してみよっか、一回。出しとかないとまた大変なことになっちゃう。いい。皆様こんにちは。日曜日に小1時10とレジンをやりましたが、こんなに大変なんだと言ってました。どうでしょう？レジンはね、すごい簡単だと思われてるんだよね、世間のやったことない皆様に。まあ、よく見るトラブルとしては、簡単だから作ってよみたいな、レジン作ってね、みんなに見したりすると、簡単だと勘違いされて、ただで作ってよみたいな言われるトラブルはよく見かけるよね。すごい簡単に思われてるから。で、金もかかるじゃん。金もかかるって言い方よ。材料費結構するじゃん。いや、それをね、作らない方はわかんないから、もう簡単に作ってって言われるよね。私も実は同じトラブルあるんだよね。昔さ、ライブで過去に愚痴ったことある気がする。いとこのお子さんにプリキュアグッズ作っていった時になんかそういうトラブルがあって、二度とこの子に作るかって思った記憶がある。よし、K 出してみようかな。うちの娘は雑に作ったのを私に仕上げを投げてくるって。やばい。仕上げだけやってくれってことかな。ずるいよね、一番簡単な楽しいとこだけ。
やってさ、こっちの向きか。いや、K 行きます。どうかな。うわあやばいやばい、おしゃんだよ、だいぶ。すごい。どっかで見たことある色味。すごいおしゃんになった。斜めから見るとこんな感じ。で、これが、花びらが下の方にあると、すごい、こう斜めから見たとき立体的に見えて、おしゃんなんだけど、表面の方にあるとまたイメージ変わるよね。今回はそこの方にわざと置いて、この斜めから見たときこういう感じになる。それは狙った感じ。いいなぁ。夏にもぴったり。背景はベビーピンク系、薄ピンクに黄色混ぜた感じでやったんですが、また可愛いものができてしまいましたね。調子に乗って T も仕上げていこっか。やばい、KS、カスみたいになってる。煽ってるみたいになってるけど、T も作っていこう。みんな可愛いって言ってくれてて嬉しい。いいよね、これ。ちょっとバリもあるからまたばあちゃんになんとかしてもらおう。んで、次が、今何してたっけ？ネットは作品を探すだけで疲れてしまうのですってすんごいわかる。私もすごいさ、ステンレスとかサージカルステンレスとかいう謎こだわりがあるせいで、探し出すと5時間ぐらいかかるときあって、あとこのぐらいの大きさのこういうのがいいみたいのが自分の中で明確にありすぎるせいでそれが見つけれなくて、楽天見て、Amazon 見て、で、ないなってなって、Google で検索して、日本にはないかってなって、SHEIN 見て、アリエク見てみたいな。もう、この一周すると5時間ぐらい経ってて、探してる間に作品10個作れたじゃんみたいな。そういうのがめちゃくちゃ多い。ネットショッピングは疲れる。これ交換しようっと。ちょっと待ってね。ここにいってる。これなんか浮いてる。サイド大丈夫かな段差。怪しいな。ここの下にあるな。ここが。これだけ抜いておきまして、この子もね、仕上げに向かっていきたいと思います。SK 本舗。SK 本舗完成。ちょっと SK 本舗のもの何も出てきてなくて申し訳ないねんけど。この丸文字が可愛いって言ってくれてる方も結構いて嬉しい。スーパー可愛いの略いいね。仕上げ難しいしさ、一番おもんないよね。おもんないとか言って。結局今の私のモールド外すとこまでが一番楽しい気がするレジン。外して見た目どんなんかなってのが発覚する。やっぱ下向きレジン楽しいんだよな、今日やってる裏向きモールド。ただ失敗してる時もあるから悲しいよね。ネットショッピングさ、店に探しに行くよりは便利なんだけどさ、いろいろ探せすぎちゃうせいですんごい時間食っちゃう。で、すぐ目疲れる。だよね。こんにちは。こまりさん、お花のイニシャルやっぱ可愛いって言ってもらえてる。嬉しい。ありがとう。お花大好き。で、もう一個ね、今 T も作ってるんでお楽しみに。T は、あえてでも、紫メインになったな、意外と。青い風乳かなと思いきや。ここにこれ紫入れて仕上げましょう、この人もね。行き過ぎたかも。大丈夫か。一箇所怪しい。どうかな。やらない方がいいな、これ。どうかな。で、この状態で固める。ペポ。これで今日の作品たちが出揃うのではないでしょうか。S をね、完成に持っていきたいので、この後サイドコーティングとかむずいやつやろうと思います。年のやらかしを待ちましょうって何？私のこと言ってる？もしかして今年もいっぱいやらかすと思う。2025年もね、
ールド外す時が一番楽しいとかドキドキしますよねって言ってる方多い。ね、そこが一番楽しいよね。表向きに作った時ですら外すの楽しいもん。大阪雪降ってきただって。そうなん？関西で降るってことはね、他の地域もすごそうだな。もしかして今日も降ったりするんやろうか。まあ、とりあえず明日からもっと寒いんだよね。どうやら。ニュース見てる感じ。普段あんまニュース見んねんけど、ここ2、3日結構見たもんでね、ニュース詳しいよ。天気とか。あ、個人的衝撃は、吉沢亮の、だっけな、酒によって、隣人の家に不法侵入したみたいなニュースが衝撃やった。気になって見てたら、アルコール中毒らしくて、それもびっくりしたよね。あんなイケメンですべて世の中うまくいってそうな人でも、アルコール中毒なっちゃうんやって衝撃やった。銀魂の実写版見に行った時に、起きた役でめっちゃイケメンがいるって思って、その時知ったんだよね。小森子さんの中でお酒の禁酒とか頑張っている方いるけど、やっぱ大変なんだろうね。でも私酒飲めないけど、チョコレート中毒だから、その中毒性というか依存系の辛さはわかる。相当チョコ中毒だから私、切らすだけでイライラして大変なことになる。吉沢亮、へーってなりました。だってね。しかもうちにトイレ来いよって思う。貸せよ、どんだけでも。って思った。アルコール中毒か知らんけど、お酒が相当好きで、よくお酒を飲みながらインスタライブしてたみたいな記事で撮ったで。あー、かわいい。くっきりパッキリ模様が出て可愛くなった。うわー、大人エレガントだね。全然、これとこれちょっと系統似てるかな。やっぱこの子がボタニカルで全然違くなってんけど。こんなことになった。ちなみに私も隣の家に間違えて入ったことあるんだよね。別に酒とか飲んでない真っ昼間に。昔ね、UR 団地っていう、でっかい団地に住んでた過去があって、見た目一緒なんだよね。いろんな建物と、あと部屋の入り口、とにかく全部の階の風景が一緒で、自分家と間違えて一個手前の家に入っちゃったことあるんだけど、誰も反応しなかったから、家開けた直後に気づいてすぐ逃げたんだけど、バーって。昔入っちゃった、間違えて。で、しかも、よその家の人が入ってきたこともあったね。景色に過ぎて。なぜか家の散歩してる人がうちに入ってきて、違ってます、すいません、みたいな。団地に住んでた時に、よそんち間違えて入ったこともあるし、よその人が入ってきたこともあった。地域によってはそういうとこも、ゆるいとこもあるかもしれない。みんな可愛い。エレガント可愛いって言ってくれてる。ね、これもおしゃんな感じだよね。私カフェイン中毒ですって。なんかあるよね、やっぱいろんな中毒。ていうかね、中毒の定義は自分で制御できなくなったら中毒らしいねんけど、それやったら私チョコは完全に中毒だと思う。切らしたらもうダメになるもん。本当にね、チョコレート中毒っていうのも存在するんだよね。おっと、初コメさんが来てくれたかな。ありがとうございます。初コメです。こんにちはって言ってくれてた。ありがとう。嬉しい。初コメ。レジンやってますのでね、よかったら見てってください。階違いの部屋のドア開けたことあるって。そうでしょ？同じ景色だったら間違えるよね。さすがに家はないけど、私は上の階に間違えて行ったことあるって結構あるじゃん。家の鍵閉めてない。私、その時は子供が帰ってくる時間やったで開けとってんけど、これも昔コマリンライブで話したねんけど、家の鍵は閉めてない人は結構多くて、というのも、都会の方はみんな閉めよるねんけど、ちょっとね、都会を出たり、田舎の方行くと閉めてないのが当たり前。田舎の方、昔、旦那の実家とか行った時は、隣の人がガラガラってドア開けて、回覧板です、置いときますね、つって帰ってくみたいな。そんな感じやもんで、結構地域によっては開いてるのが普通やったりするねんけど、都会の方は閉めてる方が多いなって感じたね。過去のライブでその話題になった時。
なんか多分、2、3年前は、開けてても平気やったんが、もう今治安悪くなりすぎて、閉めないと怖いってなった。そんななんか違いもある気がする。世の中が危なくなった。道歩いてるだけでナイフで刺されるみたいな。世の中が変わったよね。そんな感じはするよね。いや、今読んでる感じ、結構マンションで上下間違えてガチャガチャしてる人 いてて、よかった。私だけじゃなかったんだ。昔飼ってる猫が間違えて隣の塔のお家の前で一生懸命泣いてたって。ほらもうね、嗅覚の鋭い動物ですら間違える。そんぐらいさ、見た目同じの並んでるじゃんね。ここ整えたつもり。そうなるとしょうがないかなって思う。でも芸能人だと大騒ぎされるから大変だよね。まあでも日頃の酒癖も悪かったみたいからしょうがないんかな。うちの旦那はコンビニで知らない人が助手席のドア開けて座ってきたことあります。やば、車が一緒やったってことか。自分家の車やと思って入ってきたっていうことでやってる。田舎やけど最近閉めてますわって。ねえ、多分さ、能登はさ、地震の後に盗み結構湧いてたじゃんね。ああいうのもあるよね、きっと。地域によって危なくなったりするもんね。私もね、隣の、家の人がそういう感じのタイプやって、ある日、ドアガチャってされて、回覧板持ってきましたって言われたことがあって、それ以降閉めるようにしてる。さすがになんか、すっぴんで出たくなかったからさ、すっぴんつうかもうほぼ裸でいたからね、時に入ってこいって焦ったから、それ以降閉めるようにはしてる。旦那の実家日中誰もいないのに鍵開けっぱなしで、4回も空き巣入られているのに今も開けてますって。まあもうそれは完全な癖になってるっていうか、むしろ空き巣に入ってもいいじゃんぐらいのメンタルなんかな。4回空き巣に入られてまだ開けてるってことは。でも確かに思うねんけど、私の家さ、キャッシュレスファミリーなもんでさ、うちに別にないんだよね、金目のものが。なんならここにあるレジンボトル全部合わせた方が高いかもしんない。レジン資材とか、その辺しか価値ないと思う、この家。だからワンチャン入っても大したことないよなっていつも思っとるねんけど。そういう気持ちなのかもしれないよね。どうもこんにちはって今来てくれる方もありがとう。今からコーティングなどしていくんですが、いつも見てますがコメントは2回目ぐらいになりますって書いてくれてた。ありがとね。しかもいつも見てくれてて嬉しいな。引き続き今年もコマリンレジンバリバリやっていくのでよろしくお願いします。私夏場とかだとほぼ裸だからさ、その状態でガチャって入ってこられるとね、さすがにおばちゃんでも恥ずかしいからさ、来てくれる方が。それから鍵閉めるようにはなったよね。作品がワンチャン一番価値ある。確かに。明日から抽選販売始まる予定で、作品がいっぱいあるねんけど、これが一番価値あるかもしれない、この家の中で。レジン液とこれ、コンパクトで価値あるかも。まあ、テレビももう古いしな。パソコン、今使ってるパソコンが一番高いかも、この家で。この前買ったゲーミングパソコン。でもな、持ってくの大変だろうしなって思ってる。そうそう、泥棒はね、下見してるって。これも、いつかの回で話題になってんけど、リフォーム会社とかを装って、で、入ってるらしいねん。とりあえず、こう行こうかな、1回目。スムーズいんで。この感じで1回目固めようと思う。リフォーム会社のふりして、もう見てるんだって。家の中をチェックして、この家は金目のものがあるとか、をチェックしてるとこもあるらしい。あと屋根の上見ますよ、詐欺も分かったよね。あなたの家の屋根無料で点検しますよって言って、登ってきて屋根の上で壊すわけ。誰も見えないからわざと屋根をガンガンつって壊して、めっちゃお腹鳴ってる。ほんで、あなたの家の屋根壊れてるから危ないですって言って、
仕事をもらうみたいな。そんなとこもあるらしいね。怖い。今何も信用できんね。ダイヤモンドとか、高いアクセサリーとか、ダイヤモンドとかないもんな、この家。最近の闇バイト強盗は住人に暴行したり殺傷して1万円盗んで逃げていったとか。ニュースで見た。もう手当たり次第になってるのもあるから怖いよね。闇バイト一時期流行ったけどまだあるんかな。怖いよね。そういうのもあるからもうさ、歩いてるだけで街で刺されるとか。昔よりすごい危なくなった気する世の中が。確かに私の作品盗んだら転売してる時にバレちゃうね。さすがにね、すぐバレると思う。スマホカメラ盗まれそうって。そうやねんな。海外とか行くとスマホ速攻盗まれるらしいで。日本のようにポッケに入れたり、すぐ手に届くとこに出してあるとスマホあっという間に盗まれるらしい。そりゃそうだよね。スマホ高いもんね。iPhone10 万以上するじゃんね。日本は相当治安がいいんだけど、それがさ、逆に海外の人から見たら、ざるっていうか、簡単に取れるじゃんみたいな見え方してそうな気するよね。気をつけなきゃだわ。次はね、ここ塗る、ここからここ。いいトンで区切ったからね。引き塗りすると液溜まりやすくなるんで。いいトンで区切られております。ここ塗っております。ここで止める。このカーブのとこで。感じ。S むずいんだよな、一番。なんかでも、うまい。修正いらない。うまい。自分で言うのもないけど。最近楽屋泥棒が増えてるらしくて、必ず貴重品を置いていかないでって大きく張り紙されてました。だってアイドルとかってさ、イベントで何個もアイドル集まるじゃんね。そういう時の楽屋で盗まれるらしい。もう何も信用できないね。誰が撮ってるんだろうね。そんな関係者しか入れない場所で。下手したら他のアイドルさんが撮ってたりもするかもしれないなって考えたくないけどね。そんな可能性もあるもんね。はい、うまい。いや、なんか一個ポチがいる。うまく塗ったつもりなのにな。コーティングの時に後から来るポツ嫌やんな。直すわ。ここだけ横塗り。横一文字塗り。最初ポツができたので、ここはね、こう引いて、割れないように直す。ここに綺麗に塗る。じゃないように。それでバレんと思う。でも今日当たった方がライブ見てたらバレてるリフォーム会社で営業してる頃、普通のね、疑われて仕事しづらかったって、そうなっちゃうよね。本当にちゃんと仕事してる方もそういう風評被害を受けちゃうよね。難しいよな。バイト先のロッカーみんな扉に鍵差しっぱなしですって。それも危ないね。いずれ誰かが盗まれちゃってみんな鍵ちゃんとするようになるかもしんない。おまりさんにぜひとも食べてほしいチョコがあります。ゴールド県のシュガーチョコおすすめです。外国のかな？0点とかですか。ゴールド県のシュガーチョコ。ゴールド県。こいいね。金色の剣。あ、チョコ。でも、免税店なんて引きこもりの私が一生行かなさそうだな。わ、美味しそう。見てる。こんな感じのやつ。めっちゃ美味しそう。濃厚そう。アマゾンに売ってるじゃん。これアマゾンのページじゃん。これかな。いいお値段する。私に手が届かない価格だった。いつか食べてみたいけどね。ありがとうね、教えてくれて。合わせた。どこやっけ？残りのここをやろうと思う。
まあ、この前ももちおしが、生まれて初めて食べたらめっちゃ美味しかった。しかもみんな当たり前のように知ってたからね。そういう知らないアイテムを、また今年も入れていきたいっていうか知っていきたいなって思う。で戻っていき。窃盗か何かで捕まった中国人がなんで取ったらいけないんだって言ってたって。なんか根本的な問題だよね、もう。なんで取ってはいけないんだと言われましても。倫理的な問題の気がする、もはや。恐ろしい。でもこのままでも日本は多分さ、もっと危なくなっていくんだよ、これから。気をつけてこう。今までが平和すぎた気する、日本。心構えをしておこっか。ではよ。もち吉。待って、もちよしじゃなくて、もち吉だった。間違えちゃった。あれ前回の配信の時私ちゃんともち吉って言ってたっけ？読んでたっけ私。不安になってきた。また見てみよう。まあ、美味しかったね、あれね。配信の後、下の棚行って4個取ってきた。残り7個置いてあってんけど。あれ、5個。とりあえず自然に減っててもバレない数持ってこようって思って、7個置いてあったうちの5個を部屋に持ってきた。美味しかったから。出るか？なんか濡れてる気がする。吸ってる。それをね、交換してサイドコーティング終わるんだから、ぷっくりしたいと思うんだけど、アルファベットのやつつけようかなって今悩んでる。サイドコーティングの時ほんまピント合わんよな、この配信。全然見えんくて申し訳ないねんけど、心の目で見てもろてね。吉宗に引っ張られてますって。吉宗様いるよ、今も。吉宗。こちらで、蔵の絨毯いますね、前回作った。そう、日本は簡単に家に入れる仕様じゃんってびっくりするらしい。玄関閉めてあるけど裏口行ったら窓割って入れるじゃんみたいな。私もち吉って昨日は言ってたらしい、ちゃんと。昨日じゃないか、おとついか月よ。まだあるよ。でも大事に食べたいよね。吉。10年以上誰も住んでなかったのですが、旦那の実家に空き巣入りましたって。そっかー。10年以上いなかったから何が盗まれたかもわからんらしい。引き出しが全部開けて荒らされて、絵がなくなってたそうです。でもきっと、私の家なんもないって言ってはいるけどさ、おそらく全部の引き出し開けたり、棚開けたり、中身バーって出されるからさ、それを直すだけでも相当な労力が必要そうだからね。入らないに越したことはないよね。持ってかれたんや。空き家だろうと、見境なしって感じだね。よし、頑張って裏からまずやっていきますね。これ相当細くて足りやすいんで、高粘土必須かなと思い、高粘土でやっていきます。取れにくいね。この辺を持ってるよね、いつも。大丈夫。ちょっと。助けて。ここダメ。大丈夫かな。一回レディについた場所垂れるようになってくるからね。それを防ぐためにも完璧に。拭き取りたい、完璧に。大丈夫？多分大丈夫だと思う。ほっと。ぐらいの角度が見やすいかな。頑張ってぷっくりしよっと。初コメ失礼します。私はバッグとかポーチなど布のハンドメイドを作って売ってますって。しかもコマリンさんの動画、でもコマリンさんの動画見て、一昨年からレジン作り出しましたって。結構前から見てくれてて嬉しい。
メルカリや委託先で販売してますが、なかなか売れません。まさに始められた一昨年に、レジン作家10倍ぐらいになっちゃったから、動画出してるんだよね。今売れないの当たり前っていう。それを見てもらうと売れない理由がわかると思うねんけど、レジンはね、今すごいやってる方が多いから、売るのは難しい時代でございます。という感じなんだけどね。ありがとうございます。布作家やったのに私の手にレジンも始めてくれてね。動画の概要欄にないっけ？ハンドメイド今売れないの当たり前みたいな。そんなのも出してますので、理由がわかると思うので見てみてください。ありがとうねー。で、下に。あ、そっか、初コメやったもんね。初コメもありがとうございました。嬉しい。とりあえず、しょうがないって考えないとダメだね。売ろう売ろうって思うとすごいしんどいと思う。売り手の方が多い時代に、売ろう売ろうって悩んでも無理な話なんです。メンタルが、うつ病とかになる方が多いんで、その心構えを変えるだけで楽になるんじゃないかなという動画でした。ゆっくりしたかな？もうこの垂れたとこ大丈夫そう。よかった。濡れてない。そうそう、レジン売ってる方たくさんいるし、コロナで超絶増えた、やる方が。そのおかげで、私のチャンネルとかがね、うまく活動できてるんですが、販売ってなるとめっちゃむずいよね。その証拠に、コンサルがめっちゃくちゃ増えたね。よく売れない方をターゲットにしてるんで、コンサル儲かるもんで、バーって増えた。そんなイメージがある。本当にちゃんとしたことをね、販売の基礎みたいに教えてくれてるコンサルの方もいるんだけど、お金目当ての方も多いなってイメージかな。私、コンサルの方に私、だいぶ叩かれたからね、目にも、持ってる。目に持ってる。売れる方法発信するな、みたいな。よし、まずこう発しよう。売れる方法無料で発信するな、みたいな。叩かれた。キャンバの無料動画出した時とかすんごい叩かれたな。それで1万、キャンバ講座で1万取ってる方が大量にいる時期にキャンバ無料動画を出しちゃったせいで。そんなこともあったよね、この数年に。大変よ。で、今の流行りは頭でっかちの S なんだね。やってるんかわからんねんけど、なんかいろんな形が出てくるよね、アルファベットモールドってね。私福袋入ってたやつは、多分困りの文字に似てるゆるい下手くそなやつやった。合わない。これマックスか。隣のっぽいヘタ字のアルファベットが入ってたよね。仕事戻りますって。頑張ってね。結構このチャンネル布小物とレジン両方やってる方多いねんけど、資材の量大丈夫かなって心配になる。多分相当布もかさばるよね。布集め出したら。布とか糸とかあとミシンもあるし。みんな大丈夫って思ってる。コンサルめちゃくちゃ流れてきます。インスタグラムで流れるやつですかねって言ってくれてる。そうそう、それがめちゃくちゃ増えたんだけど、本当に売れる方法を発信してる方もいるねだろうけど、売れそうな方法を発信してお金を集めたいだけの人も結構いるなーって思っちゃうんですけど。でもそのおかげで100均でたくさん安くレジンのものを手に入れられてる気がするので、一旦かなあ、読めた。一長一短。これ一長一短でしょ？そうそう、レジンのおかげで、レジンが流行ったのがもう、間違いなく100均のおかげなんだよね。街で買えるようになったから、それでなんとなく買ってみて始める方が多いから、マジで100均のパワーだと思う、レジン流行ったのは。ただ駅以外のものはいいんだけど、駅に関して質が悪すぎるからすごい心配してる。アレルギー超絶出るからね、私100均の駅。なんか成分大丈夫って心配になっちゃう。で、裏がね、チュルピカになりました。次ね、表にさ、
さっき言ってた、ベージュをつけたら可愛いんじゃないかと思ってるんだけど、どうだろうね。見てみよっか。やっぱり布してる方の機材料やばいでしょ、きっと。初コメです。三姉妹でコマリン・レジンさんを見始めて、今やりたいことは今やろうという話をして、1月1日にショップを立ち上げました。あれ、先日インスタフォローしてくれた方かな。三姉妹でショップ立ち上げて、しかも1月1日って気がいいとこですごい。三姉妹で頑張っていくぞで、頑張ってくださいね。わー、ビーズキーホルダーなども制作してます。ねえ、私の動画を見てやってみようってなってくれたんかな。頑張ってね。ありがとうございます。三姉妹で同じ趣味っていうんかな、特技があるって素晴らしいよね。嬉しいなぁ。あれ違う。筆体を使いたいんだった。筆記体のシートはどこだ？また漢字検定さ、今外に干してるから今日できないや。この前の配信の時に漢字検定にレジンこぼしてたねんけど、それ今外に干しっぱなしやで取りに行けない。いや、これ合いそうじゃない？この、どこにつけるっていう話を。いいな。あ、この辺じゃない、この辺。こうつけたらおしゃれじゃない、絶対。それか、ここか？いや、違うな。ちょっと頭でっかちでむずいな、これ。バランス。どうや？ここか？ここだな、ここ。真ん中の。ここだな。ここにつけたら絶対いい。じゃあ何の言葉をつけるか。スマイルいこうかな、スマイル。私も一年笑顔で的な意味を込めて。ねえ、やっぱり私の部屋も道具布、ミシン、毛糸で溢れてます。触るから大変だよね。そう思ってた。今さ、100均の毛糸がすごい可愛いらしいね。流れてきたよ、バズってて、X で。そうなるとどんどん安く買えるせいでさ、レジンもそうだけど、どんどん増えちゃうよね。私のエリアのモールドが何百個あるんやろわからんけど、そういう感じでね、壁を埋め尽くしてるのと一緒で、安く買えるがゆえに集めちゃうんだよな。糸もかさばるだろうし、布も。もう収納が難しそう。マリンライブの、みんなのヘアライブの時も布の収納頑張ってる方多かったもんね。そう、漢字検定今干してあるね。レジンさ、かぶっちゃったじゃん？ね、ライト当てても当たらない場所があったもんで干した方が早いな思って今干してあるんだった、ベランダに。何日か太陽光当てたら固まらんかなって思って。今日はお菓子だけ食べるかなって思うんやけど、お菓子あるの？今この家に。お菓子があんまない気がする。でも、またあれならある。もち吉だよね。もち吉ならもう一回食べれる。おいもち吉。わっ！ここに、スマイルって入れたら可愛い気がする。可愛い気がする。なんでね、これを入れて、あんま目立たないかな。入れて、押して、ゆっくりしようかなって思うねんけど、ちょっと待って。ここがちょうどいい。いけー！最後ぷっくりしようっと。キャンバの使い方を小学校で習ったらしい。すごいね、今小学校です。そういうのすら教えてくれるんや。でもほんとあれ使えるからね、ずっと課金してる。初めてあんな使いやすいっていうか、素材がね、すごいんだよね。商用利用可能素材が大量にある。すごいなと思った。プロッチャの福袋が届いてどんどん物が増えてるって。だよね、私ついにさ、もう一個、ラック買っちゃって。ここに画像あるかな、今。私の部屋ね、今まで L 字テーブルでレジにしとってんけど、その L の反対側にラックをね、置くことになってでっかい。ついに、同じテーブルになっちゃう。この部屋。だって明日届くんちゃうかな。約
したい。物を置く場所がなくて。ついにラック買っちゃった、また。どうしようね。とりあえず捨てなきゃ。使わないやつ。あと1回ぐらい作りそうって言って取ってあるモールドが30個ぐらいあるんで、そうしなきゃなーって思ってる。もち吉のね、油揚げのやつは前回ね、教えてもらってネットで検索してみんなに見せた気する。いなり寿司っぽいやつ、合ってる？これは絶対欲しい。キャンドルで以前小まりさんの使ってたモールドでゲットできましただって。お団子みたいなやつとかある、でっかいやつかな。よかったね、あれもうね、再販されないらしい。ゲットできてよかった。いいキャンドゥだね。今、マクドナルドでエヴァンゲリオンバーガー始まってますよ、だって。何それ？待って、私なんかちょっと前に何かを食べようって言ったまま食べずに忘れてる。なんか、グラコロ食べずに終わっちゃった。終わったよね、さすがにグラコロ。時代についていけなかった、ついに忙しすぎて。悲しい。エヴァンゲリオンバーガーが始まったっきで。中身なんやろう。それもチェックしなきゃだ。どんぐらいやろ、駅。これをね、ぷっくりして、ちゃんとキーホルダーまでしたい。仕事の休憩中で見てますって方、ありがとね。お疲れ様ですよ。引き続き頑張ってね。みんな、やっぱ収納溢れてるじゃんね。キャンバ課金なしでも全然使える。私課金なしで何年か使った後に、いよいよデザイン系の仕事が増えてきたりね、ストーリーズおしゃれに作りたいなってなって、もう毎月課金になったんだけど、無料でだいぶ使ってたね。私が出してるキャンバ画像の作り方動画は全部無料でできるやつだけ載してる。無料でもだいぶ使えると思う。有料だと、なんやろうな、各画像のリサイズとか、ああいうのができるようになるからね。かゆいとこに手が届くようになるのと、素材がめちゃくちゃ増える。ってぐらいで、でも無料でも可愛いのいっぱいあるから無料でいけると思う、十分。ゆっくり刺した。やり残しないかな？すごい外から台風みたいな音するねんけど、大丈夫かな？濡れたつもり。いい感じにぽってりしてると思う。この液が動くから、この下段に、増やしたい。これで硬化しようかな。濡れたかな、本当に。本当に濡れたんかな。前もさ、こうやってさ、濡れたとか言って一箇所濡れてない場所あったんだ。本当に濡れてる？自分を疑って生きてこう。ほんまに濡れた？気するなぁ。ほんまに？じゃあ固めよう。とか？一生信用できないよ。一回、みんな、画面を彩ってくれ。みんな、集まってくれ。一応、この後お菓子は食べるつもりではあるが。でもキーホルダーつけるんだった、この後。課金で告知画像とかバリバリ使ってますってね、楽ちんだよね。スマホでやろうとしたらもうキャンバーが一番かなって思う。パソコンやったらフォトショーとかがイラストレーター使うけど。キャンバーはね、スマホであんなすごいのができるのすごいな。近所のキャンドル文字モールドしか売ってなかった。文字モールドは到着報告じゃないな。置いてある報告すごいメンションでしてもらえる。英語とか数字のやつやんな。やはりコーティング液のせる量を完璧に把握しないとダメだなって。そやねん、レジンはね、サイドコーティングも表面ぷっくりもね、量が
量が大事。ね、こまりさんのキャンバ動画見てくれる方多くて嬉しい。キャンバの1万円講座受けた方に言われたからね、それより詳しかったですって。さあ、なんか YouTube 内で検索する方法があった気するんだよな。かな。ねえ、スマホ版だとできないんか、検索。パソコン版やとね、このコマリンレジンの中にこの単語を含む動画があるっていうのを検索できるねんけど、スマホ版はどうやらできないっぽいな。昔の動画の気する。おまりさんがグラコロって言ってた配信日に普段マックなんて行かない母がグラコロ買ってきてびっくりしました。もしかしてお母さんコマリンレジン見てるとか言って関係ないかな。偶然かな、テレパシーかな。すごいね、グラコロ終わっちゃったよね、多分ね。やっちったー。食べたかったのに。もうみんな収納頑張ってるじゃんね。私もまたこの字収納が来たら、教えたいのと、あとね、もう一個買ったものがあって、今さ、使ったカラーレジンこんな感じで収納してるわけ、カンカンの。ぐちゃぐちゃで申し訳ないねんけど。カンカンの中に。このカンカンで、ワンタッチで開くケースも買ったんだよね。ポチってやるとパカって開くやつ。黒色の。あれもう何個かそういう新しいの買った後に収納動画また出そうかなって思う。とりあえずこの字になる明日から私のつては。こんな感じ。こんな字になったところにピヤーって収納したらもうちょっと入りそうだな。そうかなって感じだよね。近所のキャンドゥ、不思議な形の200円モールド、6、7枚売ってたんや。いないかも、レジン人口が少ないかもしんないね。売り切れてたって言ってる方、たくさん、見つけれなかったって言ってる方、たくさんいたからね。もう販売されないと思ったら、そうだよね。やっぱり100均の品揃えって地域によってすごいね、差があるなってみんなの聞いてると思ってる。もうさ、時期終わっちゃったけど、クリスマスモールド最後まで見つけれんかった方めっちゃ多かったね。もう終わっちゃったんやけど。ちっちゃいシェイカーじゃないか。ジンジャーマンとか、ツリー作ったやつね。あれはね、本当に最後までクリスマスになっても見つけれず終わった。すごい良かったから、出回った数少なかったなって思う。コメダのグラコロも美味しいですよ。だって。コメダ最近行ってない。白ノワールみたいななんかなかったっけ、美味しいやつ。そんなのも行きたいな。美味しいの食べに行きたい。ということでね、ぷっくりできましたね。こんな感じで。プリンが伝わるかな。で、これにキーホルダーをつけたいんだけど、何にしよっかな。ハートキーホルダー復活したから、在庫復活してたから、これにしようかな。コマリンレジンで紹介したら、わーって売り切れたハートキーホルダー。カニチテさんのやつ。また在庫復活しててね、50個買ったんで、これでやっていきますね。いつものお気に入りの花パーツなどをつけていこうと思う。さっきダイソーを見てきたらパステルカラーのカンカンめちゃくちゃ売られてましたって。レジンの他にちょうどいいやつかな。もうダイソーとかの入れ替わりがすごいよね、商品の。方法も大変。この前、3コインズも新商品どうので大変言うとったけどね。ダイソーとかセリアもあるし、追うのが大変だね。で、今準備をしております。キーホルダー加工していこうと思います。ぷっくりツヤツヤで可愛いって、大人可愛いって褒めてもらえてて嬉しい。ゲロ市の田舎のセリアでメンダコモールド見つけてびっくりしました。でもメンダコモールドはね、一回売り切れて、で、再販されたんだよね。多分セリアのモールドで完売から
再販されたのメンダコだけちゃうと思う。過去に。そんぐらい人気だったよね。ああ、ゲロ懐かしい。ゲロ温泉によく行ったんだよ、昔。懐かしいなぁ。使うものを全部出していってまーす。あ、こんなもんかな。ねえ、今日の手袋一回外そうかなって思うんで最後に見しとこう。じゃーん。実は A、B、C、D がないな。あ、あった。D、E、F と入ってたのでした。あ、50個買った。また売り切れたら困るからね。ちょっと。でも買いましたって、もしかしてファニチテじゃない、ファニチテじゃなくて、何やったっけな、私が間違えたんだ、ファニチテって言い方に。違う名前のショップ、アマゾンのショップさんなんやけどね。メルカリとかにもショップ出してるとこやねんけど。安いんだよね、すごい。再販されてたね。ということで、これを組み立てていこうかなと思います。あ、っていうか他のイニシャルが見えるようにしとかなきゃね。こんな感じになっておりますね。で、これはね、今日のプレゼントに当たった方問題なければこちらの S を送らせて待って、ヒートン埋めてる私。やっちゃってるじゃん。ヒートン穴が埋まってる。どんぐらいの強度で埋まってるやろ。これで、これで破れるぐらいだった。がっつりは埋まってなかったみたい。あったー。すぐ取れた。薄かったらしい、膜が。これにね、がっつり埋めちゃってるともう穴開けでしか開けれなくなるんだけど、薄く膜張ってるだけだったみたい。よかった。危ない。穴埋まり系も多いよね、過去のライブで。で、これを作っていきますね。クリスマスモールド募集したけど来なかった？そっか。でも、こまりっこさんにね、気使って他のこまりっこさんに譲るようなやつをアップしてくれた方もいたんですが、ありがとうございます。ちなみに私もね、スペア買ってたから2個は待ってるんだよね。来年作ってもいいかなって思う。だいぶ可愛かったんで、あれ。3年後でも使えそうではある。来年販売されるんかな、また。来年は来年で違うセリアのものが出てるんかな。2025年もセリアのモールドや新製品を頑張って追いかけていく年になるんかな。どんどこ出してほしいなと思ってる。ファニーイエさん。そう。ファニチテじゃないよ。ファニーイエだった。欲しいね。ファニチテだったらね、ちょうどチテだったんだけどね。ファニーイエさんすごい安い。最近、こういう金具とかチャーム売ってる系で、すごい日本の企業、仕入れ取る場所は中国やねんけどな。日本の企業で安いってマークしてる場所が2カ所あって、1カ所がファニチテさんで、もう1個ね、楽天にめっちゃ安く出してる店あるんだよね。出たい。これはアフィリンクなど貼らなくていい。とりあえず教えたいです。そう。この D7 パーツビーズ手芸材料ってとこ、なんか地味すぎて検索にもあんま商品出てこんねんけど、めっちゃ安いここ。何グレープか知らんけど。ここはだいぶおすすめ。他のショップで高く買ってる金具とかキーホルダーが、なんか半額ぐらいで売ってる。なんでちょっと見てみてほしい。チャームとかも超絶安い。検索に弱いみたいで、検索で下の方にしか出ないからね、見つけられない系ショップかなって思うんだけど。なんかすんごい安かった。ということで、キーホルダーは、こんな感じに完成しております。今日は大丈夫かな？ S 送ってもいいかな？感じで送らせていただきますね。おしゃれな感じ。ボタニカルキーホルダーでした。セリア、新作出てますよって。何出たやろう。またね、新作見つけた方もし、
インスタされてたらメンションしてもらえると嬉しいし、コメントなどでもください。S みんな逆さまやと思ってる。まあね、今日作ったのがゆる文字モールドなもんで、S はこれで正常やねんけど、なんか、逆さまに作った方がいい気がしてきたね。みんなが逆さまの方がいいって言ってるから。今日作ったのは、ゆる文字モールドさんでした。どう置くとわかるやろ。こんな感じだよね。私、お腹空いてるからお菓子食べたいと思うんだけど、今、お菓子はあるのか、この中に何かあるのか、ちょっとチェックしてみたいと思います。D7 パーツビーズ手芸材料。カップ名も地味で見つけれない感じなんだけど、たまにあるんだよね。商品名の付け方とかが下手で全然表立ってないけど、実は超安いとことか。そういうのを見つけると嬉しくなるよね。でもいいですって。あ、そうだよね。そう。私が最近作品によく使ってる、このチェーンとかも D7 さんじゃないかな。D7 さんじゃないとこで買ったねんけど、同じものが置いてあったね。このあたり。色落ちないんだよね。落ちないっていうか、多分何年か使ったらいくけど、黒ずむと思うけど、すぐはならないね。もう売ってた D7 さんに。私が卸売で買ったものと同じやつ置いてあるって思ってた。そして、お菓子。あ、キャラメルコーンがある。ミニバージョンの。食べよっかな。キャラメルコーン大好き。そうはね、目新しいものがない。やばい。100均でいっぱいレジングッズ買ってる。もうちょっと買ってから一気に開封しよう、ライブで。出てた買ったことすら。今あるものはキャラメルコーンとピーナッツ揚げと、こんな感じの切らしたらやばいからいっぱいあるチョコレートだけ。あともち吉そんだけしかない今この部屋。アルフォートがある。キャラメルコーンとアルフォートの甘々コンビにしよう、食べる。やったー、いつの間にあったんだろう。子供たちの棚にあったやつ持ってきたんだ、多分。ということでね、残りは、今日漢字検定を干しちゃってるので、お菓子を食べて終了したいかなと思っておりますのでね。お仕事の方も頑張ってね、そろそろお仕事戻りますね。あとね、D7 安いよ、見てみて。地味すぎて目立たなくてかわいそう、あんな安いのに。ということで、まずキャラメル今回食べちゃおうかな。で、一回消毒しよう。でもそう、資材増えるから気をつけてみんな。資材増えちゃうよ、大丈夫？足りない。最近金具切らしてきたなって時に見てね。あんまり、増えたら困る方見ないで。よし、じゃあこれをいただきますね、まず。まあ、いっか、大丈夫か。そのモールド、まだ手をつけてないので早く作ってみたいって。ね、丸文字かわいいよ。ただ、この S とかは多分こっち上にした方がいいっぽいよね。勝手に上下逆にしちゃった方がいいと思う。配信中に S が上下逆っていうコメントがすごいついてたからね。多分途中から見た人にはそう見えるだろうなと思って。そうやったらもう最初から上下逆に作った方が良かったよねって言ったよね。いただきます。五角形と丸とあと1種類。全部で4つあった。1つのモールドに大きさが3種類あります。基本的な形のやついいね。3種類のさ、大きさのあるってことはさ、プレートの大きさが気になるねんけど、モールドの大きさが。この大きさかこの大きさと予想するねんけど、3種類のモールド種類が入ってたってこと。違うかな？この大きさかこの大きさで出してるかなって予想。
また写真とかがわからないんで。セリアまた行かなきゃね、今年も。福袋諦めたいくらい次第増えたら困るので、しばらく見ないことにしますって。見ないで。次第増えたら困る人はね、D7 さん見なくていいと思う。金具そろそろなくなりそうとか、安いとこで買いたいなって方は見てみてね。虫だよ、鬼は危ないよね。ヘビさん。確かに、今日のモールドの中でヘビ作れそうではあるよね。これは、ヘビじゃないか。キャメルコーン美味しい。ヘビいけそう。T はおかしい。L はおかしい。U。私今年の、てか毎年スルーしてるんだよね。ヘビ一番簡単そうだから作ればよかったね。モールドプーさんと同じぐらい。この大きさで大中小の丸や六角形があるらしい。こういう感じかな。小中大みたいな配置じゃない？予想。小中大。こんな感じで予想。これ合ってたら私セリアと脳内が一緒だと思う。アルフォート食べようと。S スネーク。S が一番ヘビっぽいか？確かにこれヘビっぽい。一番 S がヘビかもしれないね。今覗いてみました。セリアにいるのかな今。びっくりした。ライブを覗いてくれたってことだよね。びっくりした。もうすごい勢いでセリアに行ってたかと思って焦っちゃった。ねえ、ありがとね。横に3つ？じゃあ一つ一つはそんな大きくないか。1、2、3ってあるらしい。わかった。モールドのさ、丸モールドの感じじゃない？この感じじゃない？もしかして。いや、でも丸、あんま魅力的じゃないな。似たようなの持ってるからな。丸、五角形。やっぱりね、メンダコの形とか、貝の形とかね、あのあたりがマジで神だったから、球体モールドも。このあたりを求めてるよね、今年も。私のモールドどこにあるんだろう。六角形とか五角形持ってるって言って見せようとしたのに、モールド出てこんかった。どこにかわからずに。ミセリパトに入っちゃうかも。今ありがとね。情報がありがたいな。私もでも出すってことで嬉しいよね。セリアの気合が入ってるってことじゃんね。新作が出たってことは。私、推し活シリーズも結構気に入ってる。前回の上様作ったやつね。やっぱね、ダイソーとキャンドゥより気合入ってるのがもう見て取れるから、すごいいいなって思ってる。また私もチェックしていきましょうね。パジャマで行こうとしてる。落ち着いて。よほどすごいデザインじゃなければね、そんな急がなくても大丈夫かなと思ってるんでね。ありがとうございます。そう、丸は丸と楕円タイプがある。そっか、標準的なやつの3個違いを何種類か出したって感じか。機材多すぎて福袋届くまでセリアに行かないことにしてます。それ正解。私の発声でくじけそうになってる。ちょっと行かないで。落ち着いて。まだ大丈夫。どうせまだ新作並ぶの遅いからさ。いい基礎あるからね。まだないよ、何にも。行くのやめとくまだ。ちょっともうセリア行くことになってる。大丈夫？パジャマでセリア行こうとしてる。私、
セリア今年も期待してる。お願いします。新作をどんどこ。そしていつでもお仕事お待ちしてます。トマピっていく。今日湯沢屋もちやみしてきましたって。ねえ、湯沢屋とかさ、今、東海とかさ、手芸屋さんがね、100均のパワーでどんどん減っちゃってて、まあそりゃ減るわなーって思うけど、もう貴重だよね。もうそういうとこの方が100均にはない資材が置いてあったりするからな。パーツクラブとかも去年結構潰れた報告聞いたから、頑張ってほしいよね。ネットショップばっかり大変だろうけど。こんな感じだよね。パーツクラブやっけな。ということで、上様が端っこに上様置いとこう。今日の配信はこんな感じでしたね。そう、セリア行ったけど、101匹ワンちゃんのモールドすらなかった。ね、101匹ワンちゃんモールド、私、一応ね、こういうのができるって教えてもらったねんけど、買わなかった。101匹とミッキーは買わん、去年スルーしちゃった。何個かはスルーしたね。1回しか作らなさそうなやつは買わなかった。ダイソーのね、ドットペン4本100円はみんなメンションしてくれるから知ってた。私今、海塗りね、ドットペンじゃなくて、これでもう十分できてるもんで、ドットペンを使いどこがないなと思ってスルーしてる。ダイソー私もおとつい実は行ってるもんで、おとついじゃない。土曜日に行ってるもんでね、結構いろいろあるなと思いつつ、モールドがなんてないからねー。またね、早くいろいろ買った後に開封配信などまとめようかなと思ってるんですが、結構勧めてもらったものは何個か買っとんねん。こういう、この辺りとかね。もうちょっと集まってから開封するね。2、3個開封配信っていうのも恥ずかしいんで。あと、こんなもん。ついに私が広めて世の中に流行ったシリコンブラシ、セリアについてダイソーにも置かれ出した。そんなんも買ってはいる。もうちょっと集まったら開封しようって思ってます。ちょっとリアルタイムでセリアから報告してくれるんかな。もうちょっと待っといた方がいいかな。テレビ帰ってから初めてライブ見てますが、すごくクリアに見れるので嬉しいですって言ってもらえて嬉しい。パソコンね、変わってね、画質とか音質が若干変わったかなって思うねんけど、実は、今までライブの時ね、私光源が大事ってことに気づいて、初めてやったライブこのぐらいやってんな、暗さ。で途中からこうライト当てるようになって、さらに今月からもう一個ライトつけたんだよね。それでかなり画質が上がったんじゃないかな。光源の大切さを最近学んだ。それとあるとないで結構違くない？美味しくしとくとなんか画質良くなるなってやっと気づきがあったよね。まあでも次はもうカメラ変えたいもんでね、こう目標に頑張ってこうと思ってる。安いって言ってもらえて嬉しいなぁ。100均行きたいなーってなってる。ねみんな今資材に溢れて福袋買った方が多いから、資材の置き場がなくなってる方多いから、あまり反則っぽいことしないようにしようと思いつつ、しちゃうよね。ということでね、本日の配信はぐらいに思いますよ。ありがとうございました。金曜日何作ろうかな。さ、今日見したこのクマちゃんすごい気に入ってて、このモールド。ちょこちょこ空き時間に液流したりしてずっとおんねんけど、これ他のやつもしっかりやろうかな。この顔の描き方とか需要ある？パキッと描くの難しいと思うねんけど、金曜日それやろうかな。これ絶対可愛くなると思う。やろうと思う。キラキラ。でも福袋でまだ手つけてないやつ結構あるか。ダイソーとキャンドゥのも手つけてないの結構ある。これむずいわ。これどうしたらいいかわからないし、ちょっとつぶつぶ恐怖症の人に嫌われそう。配信このペロキャンは可愛いと思う。月曜日のね配信では、来週月曜日祝日だからね、プレートモールドでいっぱい一気に作れるじゃん。
プレゼントしようかなって思ってるんだよね。これでいっぱい作って。そしたら多分結構たくさんの人にできるんじゃないかと予想。それは月曜日に計画してる。これはほんまにつぶつぶのやつキモいわ。この謎の杖とかちょっとやりたい。なんなら社長にも出したいよね、これ。杖作ってこうやって。社長か上様は合わないな。これは社長に持たしたいかも。こういう感じかな。まあ祝日多分長時間配信で時間あるんでそこでやりたいかも。そのあたりね。で、金曜日はどうしようかなって感じだよね。これやろうかな。全部今見したの全部クロッチャの福袋だね。とにかく福袋。これはなんかルーン文字やったね、これ。ルーン文字をどうにかする言うて何もやってないな。卵型で可愛いねんけど、これもどっかでやらないか。これやってないのあるかな。あと、ペンスモールドもやってない。こういったペンスモールドもやってない。でもどこかでやるかもしれない。そんな感じでしたね。そのキャンディー、ぐるぐると高さは同じだか。ほんまや、ぐるぐるのところが空洞になるんだ、これ。シェイカーとかじゃなくて。それはちょっと仕上がり見たいかも。じゃあ、これも祝日の時やろうかな。これレインボーでやりたいな。ね、もうちょっと、とにかくね、使えてないやつを使わなきゃダメって感じだよね。月曜日はね、あれだよ、成人の日で休みだと思う。で、祝日なんで、長時間配信のプレゼント企画、作ったもの全部プレゼント企画またやろうと思ってる。こんな感じなのでした。資材の贅沢使用会って何やろう。贅沢使用って全部ボロボロにするってこと？消費するってこと？どういうことやろう。ね。とにかくでも資材はどんどん使わなきゃダメだよね。つぶつぶモールドのやつすごいでしょ。私もつぶつぶ恐怖症じゃないのにキモいなって思うからね、あんまり配信向けじゃないなって思っちゃった。使ってないモールドをなんとかしなきゃね、私も。多分、まとめて出すんじゃないかな。明日、ラックが届いて整頓するだろうから、今週の土日。これなんかメルカリに出すかもしんない。こんな感じでした。大雪警報が出たらしいで、どこの地域やろう。ほんとみんな寒いから気をつけてね。今日もだいぶ寒いって話しとったけど、明日からが本ちゃんっぽいからね、気をつけていきましょう。ということで今日の配信はこんな感じでした。なんか可愛いアルファベットを作ったのでした。こんな時間まで見てくださった皆様も、アーカイブで見てくれてる方もね、ありがとうございました。ということでお疲れ様でした。次回は金曜日の20時夜の配信ですのでね、お時間の方を来てください。あと、YouTube 縦型配信の練習したくて、木曜日の夜とかなんかどっか空いてる時間で急にやるかもしれないゲリラ配信、縦型配信、スマホからできるらしいもんで、それを使えるようになっときたいもんで、どっかでゲリラやるかもしれない。こんな感じでした。お疲れ様でしたのコメントもたくさんありがとうございます。ハートもありがとうね。じゃあ体調に気をつけていきましょうね。じゃあまたね。バイバーイ。